ハローワールド。ハローワールドって言ってたのが、もう通じてないというね、衝撃の事件。ハローワールド、僕は言いたかったんだ、みんなに。Say you。ね。今日も Today is 漫画先輩やって What? ダニー・ショーンデールさんからの質問です。はい。かいつまんで言いますと、日本の漫画が好きだから日本語の漫画っぽく描きたいのに、はい、どうしても西洋感が出てしまうと、それはなんでなんでしょうか。はいはい。という質問ですね。了解。ベリーグッドクエスチョン。なんでなんだろうねって言って、僕ら今漫画先輩もオールスタッフとミーティングして、ジャパニーズリスペクトであるが、ジャパニーズではどこか違う、ディフェレントねですよ、どこが違うんやみたいな、多分これなんじゃねみたいなのを見つけたのでみんなに紹介するよ。それにあたって海外のスポンジマンみたいのがいるの、君たちのところには。スポンジね、スポンジWho are you? 有名ですか。僕はね、鎖国していたんでねスポンジを書くわけにはいかないんで、こんにゃくボボ書くかこんなやつでしょ。Hey Heyはいみたいな、なんかそんでオーバーオールみたいなの着てた。どうやってオーバーオールを着ることができない。絶対違うんだよ。どっから来てる。はい、こんにゃくございます。ジャパニーズこんにゃくをみんな知ってるかな。説明しようか。ジャパニーズこんにゃく is ポテト。こんにゃくポテイトですよ。この動画大丈夫？たどり着く知見に。大丈夫。こんにゃくポテイトをどうするのかよくわかんない。すってこねて、なんかよくわかんないけど、ジャパニーズ0キロカロリー0キロカロリーソウルフードこんにゃく、何のために存在しているんでしょうかね。ベリーテイスティーポテイトがあるんですけどこんにゃく貝をちょっと今これあえてアメリカンテイストでこんにゃく貝を今書いたわけなんですけど、じゃあこいつがなんで今アメリカンなのかと、こいつをだからジャパニーズにするためにはどうしたらいいのかという話を、ストーリーをこれからみんなにお伝えしていくよ。作例が悪くないか無理だ無理だと思うだろうみんな。いいかい。まずなぜ海外のイラスティングがジャパニーズと何かがいるからじゃないかな。つまりこの線が目立ちすぎるんですよ。太いボールドラインイラストレーションではですね、もっとそもそも細い、もっと細いし、しかも皆さん多分ね、ワールドのライティング手法としてペンタッチスというもので、ここら辺がナロー、ボールドナローでできてると思うんですけど、ジャパニーズはね、多分これあんま使わないんじゃないかな。むしろグッてきてスッて消えてグッスグですよねというラインで構成してあった方がぽいんじゃないかな。手書き感が出ちゃうんですよ。つまりこれって手作り感、ハンドメイドフィーリングが出ちゃうんだと思うんですけど、それを極力なくして、むしろここに光が当たってるんだよっていう表現を強めに、ライトフィーリングがあるんですね、こっちの方が。のでここら辺でこういう線を全部細くもっと細く、ここら辺もライトフィーリングですよ。こんなとこ線見えないかもしれない。どんどん削っていく。ほら、どんどんジャパニーズになっていくんじゃないのかな。なっていったらすごいねおー、なっていく。おー、ジャパニーズなってきたぞ。逆なんですよ。こうなんですよ。おー、どんどんジャパニーズっぽくなっていってる気持ちなっていってる。気持ちね。で、そしてあともうシャドウシェイプがベリーリアリティなんだよね。だから今これ一色なんだけど、多分ここにですね、もうちょっと影を入れていくときにリアルな影が入っていくと、すごいジャパニーズアニメーションズに感じていくんじゃないかな。つまりここら辺にこう影が入るかもしれないし、ここら辺もこいつは包帯だから影の入り食包帯だからね。影がこううまく入らないな。凹凸がないからね。凹凸がないけれどもね。しかしそれでもね、
本当に影が当たったらここら辺に影が落ちるだろうなっていう。あとは例えばね、この目のところ、目もちょっとへこんでるんだったら、こっち側が少しまぶたと眼球、アイボール、ね、このちょっとした隙間にちょっと影が入るかもしれないとかになっていくと、おー、ジャパニーズな。もうちょっと細いマーカー欲しくないですか？そもそもまだ太いっすよね。オーラジャパンジャパン。本当かな。うん。なってんのかな。かっこよくなってる。そう、人間のキャラクターでやったバージョンはネクストタイムにやっていこう。やっていきたいから、じゃあみんな著作権フリーのみんなが描いたちょっとこれアメリカンなんだよなみたいなグローバルのイラストレーションをぜひ送ってくれると、漫画先輩はそれにタッチを入れるって今と同じ話で、あ、本当にこれで10年20年分ね現代に寄せることができるんだなという話ができるよね。カラーがいいですよね。カラーがいいね。そう、もう一個あるんですよ、ポイントが。最後カラーの話もしておこう。この後にじゃあカラーを塗るときにね、これ多分ブラックの線っていうのはね、多分極力ブラックラインをベリーノーフィーリング感じさせない方がいいと思うんです。なので例えばここがブルーなんだったら、まあ、ブルーないんで、じゃあグリーンのものだとする。そうするとここの線をね、ブラックのラインよりちょっとグリーンフィーリングブラックの方がいいんですよ。目立たなくなるから。グリーンが少し乗ってる。でそれをやるためにはね、まずこれをじゃあフォトショップでもクリップスタジオでもね、これバケツ塗りでポンってバケツ塗っちゃうと、ここの領域のここまでしか、ね、塗れないでしょ。だからクリップスタジオだったら領域拡張にチェック入れたりするとか、旧来の手法でいうとフォトショップとかだとここを一回選択して選択範囲を拡張というのがあって、選択範囲拡張で2ピクセルとか2ピクセル10ピクセルぐらい、まあ線の幅ですよねっていうのを選択範囲を広げてもう一回再度塗りつぶす。そうすると線の下側にラインのバックグラウンドに色がカラーが出る。その上で線のレイヤーを乗算とかにするなりなんなりにしてちょっと透明度を下げると、ここの線にも色が乗っていくのでとてもリアルな絵になるぞ。多分それをやるだけでもだいぶ現代のピクチャーにニアリングで、それなんで領域拡張っていうのがあるかっていうと、やっぱり今みたいなこういうことに使うからですよね。その新機能も使いこなしつつやってみるといいんじゃない？またデザイン体ね、現代のデザイン的にこの目が近いとかがもう無理なのではないでしょうか。これだから人間でやってくださいって言ってるのにただの人面こんにゃく。人面こんにゃく。じゃあ、登録ボタンもお願いします。See you next week.